こんにちは、森です。今回私が本当にやり込んだ、めっちゃ遊んだと思った本当にやり込めるカイルソフト厳選3タイトルについて、やり込める理由とそれぞれの詳細について解説していこうと思います。この動画を最後まで見ていただくと、本当にやり込めるカイルソフトの3タイトルがどんな内容になっているのか、実際にどんなところがやり込めるのかが分かるようになります。またこのチャンネルではカイルソフトやその他シミュレーションゲームの攻略検証動画をどこよりも詳しく解説しています。今後も最新情報をどんどんアップしていく予定なので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まずやり込みタイトルを紹介する上で、私が何を意識して選んだのかを皆さんにお伝えしていきたいと思います。何を基準に選んでんだやり直せと言われる可能性もあるので、まずここについてご紹介します。とは言っても完全に習慣にはなるんですけども、私は今回以下2点ですねをポイントに習慣で選びました。まず1つ目は比較的難易度が高めのものですね。やり込めるゲームって、簡単にクリアできてしまったりとか、サクサクプレイできてしまうものってあんまりないかなと思うんですよね。やっぱ苦労して全クリしたとか、トロコンしたとかっていう方が、やり込めるゲームだなと思っているので、なんで私も今回選んだゲームの3つっていうのはなかなか歯応えがある内容のものになっています。2つ目に新作の方が多いですね。で飽きずに遊びやすい工夫が多いっていうところがあるんですけども、これはカイルソフトさんが改善の鬼だからっていうこともあると思うんですけど、新作になればなるほど、新要素とか飽きずに最後まで遊べるやり込み要素っていうのがどんどん追加されてるっていうことが多いなというふうに傾向として思うので、どうしてもちょっと今回の3選は新作寄りになってしまってるんですけど、そこはご了承いただければなと思います。早速1本目のやり込みタイトルからご紹介します。1本目のタイトルは2021年1月29日にリリースされた創作ハンバーガー堂ですね。Apple Store の星評価は 4.5 とかなりの安定の評価高さかなと思います。でカイルソフトの中では2021年最初の1本目の新作タイトルとしてリリースされました。意外とこれまでのカイルソフトにありそうでなかったハンバーガーショップ経営というところで、ツイッターとかだとバーガーのカイルソフトバージョンとか、現代のバーガーとか呼ばれてますね。ハンガーショップの経営のもちろんなんですけども、自分が好きなハンバーガーをバンズから食材からソースからですね、全部カスタマイズして作れちゃうっていう、まさに創作できちゃうんですよね。現実世界なんかではあまり見かけないスイーツ系バーガーなんかも作れるのが特徴です。この創作ハンバーガー動画やり込めるポイントについてそれぞれ解説していきます。まず一つ目は顧客の要望に応じたバーガー開発が激ムズなことですね。タイトルで創作っていう風に言っているだけあって、とても自由度が高いハンバーガーを作れることはこのゲーム最大の魅力なんですけども、これはあくまで経営シミュレーションゲームですから、自分が作りたいバーガーだけではなくて、ちゃんとお客さんに喜んでもらえるバーガーを作らないといけないわけですよね。でこれがすごい難しいんですよ。攻略なしでこのお客さんの要望を完璧に叶えられる人っていうのは相当すごいなと思います。でまずバーガーには要素が数値で決められているんですよね。今私が作った一個一個の数値が表示されていると思うんですけど、この温度とか量、香り、旨味、辛味、甘み、苦味、塩味、酸味っていう風にいろいろあるんですけど、お客さんはですね、例えば今だと大阪でお好み焼きを食べ損ねたっていう風に言ってるんですけど、よくわかんない要望を出してくる人もいるんですよ。いいお客さんだとちょっと辛味がなしの旨味が強いバーガーが欲しいですとかっていう結構具体的な指示をくれることもあるんですけど、こういう風にふわっとしたことしか言ってくれないようなお客さんもいるので、これに対してどうやって答えていくかっていうのがすごい難しいんですけど、この右側の各数値に対してぴったりとか多すぎ少なすぎっていうのが出てきてると思うので、このバーガーだとちょっと例えば量が多すぎるんだな、これで量を減らして辛味をもうちょっと増やして塩味と酸味をちょっと減らせば完璧なんだみたいなことが分かると思うんですけど、こんなに調整してバーガー作るのってすごい大変なんですよ。実際にちょっと作ってみようと思うんですけど、肉はポイント高めになるので、肉で旨味と香りをつけつつ相性がいい野菜とかを加えていくという作業ですね。でこれすでに追加した野菜とか食材によって結構数値が評価されてしまうので、この組み合わせがすごい幅広すぎてもうどうすればいいのか分かんないんですけど今ローストビーフチーズベーグルを作ってみたんですけど、今実際に完成させてみたんですが、結構自信があるようなバーガーには仕上がってますね。でさっきのお客さんに食べさせてみようってことで、さっきのお客さんにちょっと食べさせてみるんですけど、もう100点満点中46点なわけですよ。
めちゃくちゃ難しくて、この食材の仕入れとかも結構無尽蔵にできたりとかできるわけじゃなくて、食材の仕入れもランダム仕入れなんですよね。自分が欲しいものを一個一個選べるわけじゃなくて、本当にこういう風に仕入れに行ってもらって、このキャラクターがランダムで仕入れてくるので、この仕入れ具合とかにもよって自分が欲しい食材が用意できない中でどうお客さんの要望に応えるかというのがすごく難しい内容になってますね。でこの難しさはね、ちょっとやってみないと分かんないと思うので、ぜひこれをプレイしながらこのお客さんのよく分かんない要望にちゃんと応えるというところですね、皆さんにもぜひやってみてほしいなと思います。2本目のやり込みタイトルをご紹介します。2本目のやり込みタイトルは2020年11月30日にリリースされた冒険ダンジョン村2ですね。Apple Store の星評価は 4.4 で、かなり高いと。で、私ももうこのチャンネルで何回もご紹介してるんですけど、本当に面白くて大好きなので、今回もランクインさせちゃいました。でこちらどんなゲームかというと、RPG の冒険者に向けた村を経営するシミュレーションゲームなんですけど、冒険者が続々とやってくるので、冒険者たちがちゃんと休めるような、成長していけるような村を経営していくっていう斜め上の発想のゲームになってます。ちゃんとね、村の資金っていうのも右上に書いてあると思うんですけど、この資金をちゃんと守りながら冒険者たちにとっても過ごしやすい村をどう作るかっていうところが肝になってます。自分で好きなお店を設置して冒険者たちが住みやすい街づくりっていうのをしてあげることもできますし、あとは冒険者のですね、実は育成もすることができて、こういう感じで各キャラごとにですね、職業とかちゃんと決まってステータスとかも見れるようになってるんですけど、こういう冒険者の育成をしながらパーティーを作って、こういうクエストとかですね、討伐系のクエストとか探索系のクエストとかっていうのをこなしていくというふうに RPG の冒険以外の要素をですね抽出したような感じかなと思います。街づくりっていうところからはみ出して、いろいろとこう冒険者たちに干渉ができてしまうという面白い仕組みになっています。ただの街づくりだけなのかなと思ったら意外とやることが多いので、プレイしてるとあっという間に寝不足になるような危険なゲームですね。私も冒険ダンジョン村1もあるんですけど、1と2はかなりのめり込んでプレイしていたゲームですね。それでは冒険ダンジョン村2がやり込めるポイントについて解説していきます。まずですね、これは武器連成と強化ができるというところが一つのやり込みポイントとして大きくあるかなと思います。で、冒険ダンジョン村1からできる機能ではあるんですが、2っていうところでもマジックポットというですね、一定の条件を満たすと使えるシステムがあるんですけど、なぜか役場メニューの中に入ってるのか不思議なんですが、ですね、このマジックポットを使うと、先ほど育成が面白いよっていうのはお話ししたと思うんですけど、キャラクターの基礎ステータスにはもちろん限界が出てきてしまうので、この基礎ステータスに加えて武器っていうところですね、強化していくことによって、ステータスに大きくプラス効果を与えることができるようになってます。でこの武器強化っていうのがすごい重要な要素になっていて、初期装備のこういう単剣とか盗賊ナイフとかは本当に初期の装備なんですけど、マジックポットをうまく使っていけば中盤以降の、めちゃくちゃ強い剣とか装備にも全然劣らないような強い武器にしていくことができるんですね。で結構このマジックポットっていうところの武器強化っていうのを無視してどんどんクエストをこなして新しいステージに向かうってこともできるんですけど、このね初期の装備を強化していってコスパのいい武器を量産していくってことができると、後々かなり差がついてくると、かなり攻略が進めやすくなってくるっていう風な要素があるんですね。で、このどの武器を強化していてより効率的に進めることができるかとか、そういったところがですねかなりやり込める要素としては大きいかなと思います。でただ冒険を進めてですねクエストをクリアして次のステージに行ってっていうところをやろうと思えばできるんですけど、こういう一個一個自分でやり込んでキャラクターたちを強化していくっていうところがですね結構細かく設定できるんですね。この効率を上げていくところが楽しくて、私も過去動画で冒険ダンジョン村2と1の攻略っていうのを紹介しているので、もし効率を上げて攻略するのが楽しいなっていう感じられる方は過去動画で冒険ダンジョン村1と2のやつを見ながら実際にプレイしてみていただきたいなと思います。もう一つのやり込みポイントとしては、これは冒険ダンジョン村2からなんですけど、マップがですね展開できるようになったんですね。新マップの展開がこれまでは一つの村をクリアしたらそれで終わりだったんですけど、この冒険ダンジョン村2ではワールドマップというのがあって、
つ目の草原マップが終了したら次のマップの方にどんどん移動していくことができるんですね。でこれによってマップ自体の雰囲気っていうのも全然違いますし、そこにやってくる冒険者っていうのもさらにステータスが高い冒険者がやってくるようになるので、そのステージごとにまた街を1個作るっていうやり込みができるので、またゼロから、もちろん過去の冒険者とかアイテムとか一部引き継げるんですけど、ほぼゼロから次の街づくりをスタートできるので、1個目の村でやりきれなかったこととか、ああいうのしたかったなって思ってたことを次の村でまたゼロからさらに知識がつけた状態でゼロから作り直せるっていうのは、すごい自分の中でもどんどん街づくりが上手になっていくっていう実感があるし、一個一個のね村への思い入れっていうのがすごく出てくるので、やればやるほどどんどん自分が成長してるっていう感じもしたし、冒険者たちの愛着も湧いてきてすごい面白いと感じたので、ぜひこのね新マップへの展開っていうところもどんどんやり込んでいってほしいなと思います。次に3本目のやり込みタイトルをご紹介します。3本目のやり込みタイトルは来ました。これですね、2021年の1月29日にリリースされた遊園地夢物語です。これはですね、このまとめやるぞと決めた時から絶対に言おうと思ったタイトルですね。2021年の8月の現時点ではこれが最新タイトルになってます。カイルソフトが過去最大ボリュームに挑戦と歌っているだけあって、内容とかですねボリュームっていうのはかなり厚めになってます。ゲーム内容はかなりシンプルな遊園地系なんですけども、グラフィックから設定から何から何まで本当に細かくて、カイルソフトのこれまでの集大成の感じさせる内容になってます。でこれまでのタイトルで人気だったり成功した要素っていうのを盛り込んでいるのが要所要所で感じられるんですね。例えばこういう SNS 運用なんかは、常夏プールパレスとかでね新要素として人気があったので、今回の新作にも採用されたのかなと思います。 SNS だけじゃなくてこういう YouTuber とかがですね実際に訪問してきてくれて拡散してくれるっていうところですね。最新のマーケティングの要素もなんかちゃっかり盛り込んでるなっていうのを感じられました。で続いてこの遊園地をやり込めるっていうような理由について解説していこうと思います。まず一つはですね、もう見ていただくと分かる通り、もう建物が本当に多いんですよ、種類が。カイルソフト史上最大ボリュームと歌ってるだけあって、こう設置できるアトラクションの数が本当に多いし、どんどん追加されます。でこの設備アトラクション、大型アトラクションゾーンっていう風に分かれているんですけども、大型アトラクションに関しては自分で高さとか長さとかを自由に設定できるんですね。これとかも劇場っていうのを作ったんですけど、この劇場も自分で拡張していって広さとかを変更したりですとか、あとはこの私は入り口のお客さんの囲い込みに使っちゃってるんですけど、ゴーカートとかだと拡張していて、こういう風にですね自由に自分の好きな長さに変更することもできちゃいます。なので、自分の好きなアトラクションとか雰囲気とかに合わせて各エリアにですね自分が好きなようなゾーンを作ったりとか、例えばねディズニーランドみたいな感じで、ここはなんとかゾーン、あそこはなんとかゾーンみたいな感じで、もう本当に自分が好きなようにパークのイメージを作ることができるんですね。できるアトラクションの数が本当に多いので、本当次から次へとアトラクションが追加されるんですけど、逆にお金が足りないこともあるんですけど、なので序盤ですね、本当に資金が不足しやすいっていうところが一番難易度が高いので、この自由度の高さっていうところに対しての金策をどうやるかっていうところの難易度の高さが本当に絶妙だなというふうに感じています。で私は序盤の金策で、やっておかなきゃいけないこと、それから絶対にやってはいけないことはこちらの動画で紹介しているので、もしこれから遊園地夢物語をやろうかなって思ってる方は、序盤の金策は本当に攻略見ながらとか考えながらやらないとすぐなくなっちゃうので、まずこちらの動画とかあとは別の攻略サイトを見ていただくなりして金策ってところを徹底してやった方がいいなと思います。でそこでちょっと金策対策をしながら自分の好きなアトラクションを設置してお客さんをどんどん増やすとか、自分が好きなようにパークを作っていくっていうところが楽しいんじゃないかなと思います。あとやり込める要素のもう一点として、本当にやることが多いっていうのがすごいあると思うんですけど、この要望一覧ですね、この遊園地の中でも、こういう風にしてほしいよとか、これを設置してくださいとか、いろいろ要望が多く出てるんですけど、これ一個一個が結構依頼としては多いので、これを達成していくだけでも結構なやり込みになるんじゃないかなと思います。この要望をある程度クリアしていくと、このランクアップっていうところでランクアップができるようになるので、ここのランクを上げていくことによってさらに建築できるアトラクションの数が増えたりとか、やってくるお客さんが増えたりとかっていうところにつながっていくので、この要望一個一個、私も今19個溜まっちゃってるんですけど、この要望を答えていくっていうところだけでもすごくやり込みできるので、自分が好きなパークを作っていきながら要望を満たしていって、どんどんパークに来る来場者数を増やしていくっていうところですね。
これかなり難しいんですけど、やっていくごとに達成感というのはすごく得られるし、ふうにわちゃわちゃしてですねお客さんを眺めているだけでも、私個人としてはすごく楽しいので、ぜひこれはねやってみてほしいなと思います。本当にカイロソフトの集大成と言えるぐらいすごく作り込まれた面白いゲームなので、カイロソフトファンの方もそうですし、シミュレーションゲームが好きな方も絶対楽しめる内容となっていると思います。ぜひやってみてほしいなと思います。はい、というわけで今回はカイロソフトで実際に私がやり込んだ厳選3タイトルと実際にプレイした感想を交えて、なぜやり込めると言えるのかという理由について解説していきました。カイロソフトといえばですね、安定したクオリティとか手軽なのにやり込めるゲーム性とかシュールな面白さっていうところだと思うんですけども、今回は比較的難易度高めの厳選3タイトルをご紹介しましたが、カイロソフトのゲームは基本的にどれも外れがなくて本当に面白いものばかりなので、ぜひこちらの動画を見て自分に合うタイトルっていうのを探してみてほしいなと思います。もし面白いと思ったら今後もカイロソフトとかシミュレーションゲームの攻略検証を紹介していく動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。またいつもコメントくださる皆さんもありがとうございます。自分はこのタイトルが一番好きだとか、これはやり込めるよとかありましたら、ぜひコメント欄で教えてほしいなと思います。では今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。